皆さん、こんにちは。バーチャルトリップへようこそ。この動画では写真や映像は使いません。私の日本語をよく聞いて、どんなところを歩いているのかな、何を食べているのかなと、たくさん想像してくださいね。今日は私と一緒に浅草旅行を楽しみましょう。浅草で一番有名な雷門から夜に泊まる宿まで浅草を一日かけてたっぷりと楽しめるようにご案内します。それでは出発。まずは銀座線浅草駅から雷門に向かいます。一番出口を出てまっすぐ歩きます。浅草は東京にある日本の伝統文化に触れることができる場所です。浅草には江戸時代という昔の日本の雰囲気が残っています。街の雰囲気はどこか懐かしくてレトロな感じです。浅草に行ったら何をしたいですか？今日は賑やかな雰囲気を楽しんだり、美味しい食べ物を食べたりして観光を楽しみましょう。駅から2分くらい歩くと、右側に雷門の大きな赤い提灯が見えてきます。雷門は浅草寺の入り口です。たくさんの人がいるので、初めて来てもすぐにわかりますね。3.9メートルもある赤い提灯は迫力があります。赤い提灯の横には、雷の神様の雷神と風の神様の風神の姿が見られますよ。雷門に向かって左側が雷神、右側が風神です。雷門っていうくらいだから、雷神の方が有名なのかな。私たちもここで写真を撮りましょう。ちょっと混んでるけど、提灯の下も覗いてみましょう。竜の彫刻が見られます。この竜も風神雷神と一緒に浅草寺を見守る神様の一つって言われているそうです。雷門をくぐると、両側にたくさんのお店が道に沿って並んでいます。お店も人も多くて、週末だったらまっすぐ歩けないくらい混んでるかもしれないですね。この道は浅草寺の本堂まで続いていて、仲見世通りって呼ばれる参道です。参道とは神社やお寺の入り口にある門や鳥居をくぐった後の本堂まで続く道のことです。この仲見世通りは日本で一番古い商店街です。本堂まで250メートルあるみたいですよ。仲見世通りにはたくさんのお土産屋さんや雑貨屋さん、食べ物屋さんが並んでいます。あ、美味しそうな揚げ物の香りがしてきましたね。お腹が空いてきちゃいました。でもせっかくだから今日は日本を感じる和菓子を食べてみませんか？まずはきびだんごはどうですか？今から約300年前の江戸時代にあったきびだんごを再現しているみたいですよ。実際に作っているところも見られます。小ぶりのお団子が5個串に刺さっていて、きな粉たっぷりついていて、大きさもちょうどいいですね。仲見世通りでは食べ歩きができないから、お店の前で食べるか持ち帰りをします。私たちはお店の前で食べちゃいましょう。もちもちでほんのり甘いきな粉の味が美味しいですね。あっちには木札に名前を彫ってもらえるお店があります。木札は悪いことから守ってくれるお守りとされています。悪いことが入り込まないようにという願いを込めて、
名前を彫って出産祝いや結婚祝いにプレゼントされることもあるみたいです。せっかくなので私たちも木札に名前を彫ってもらいましょう。浅草寺やだるまのマグネットも可愛いし、お箸も欲しくなるし、いろいろあってお土産も迷っちゃいますね。あ、ふわーっと甘い香りがします。人形焼きが売っています。浅草といえば人形焼きというくらい有名なので食べてみましょう。浅草に関係のある五重塔、雷様の形をしていてすっごくかわいいです。あんこがたっぷり詰まったものとあんこが入っていないものを選べるけど、どっちがいいですか？あんこが入っているものは、出来たてはあんこが熱々だから、やけどに気をつけてくださいね。甘いのが苦手な人は、あんこなしを試してみるといいですよ。私は両方好きなので、2種類買います。仲見世通りを抜けると、左手に五重塔、正面に本堂が見えます。本堂をお参りする前に、お水屋で手を洗いましょう。長い持ち手のついた柄杓を持ったら、龍の口から水を汲みます。この一杯で手と口をお清めします。まず、右手に柄杓を持って、左手を洗います。次に、左手に柄杓を持ち替えて、右手を洗います。その後、もう一度右手に柄杓を持って、左手で水を受けて、口をすすぎます。柄杓に口をつけちゃダメですよ。最後に柄杓を立てて、持ち手に水を流して清めて元に戻します。お水屋の次は、浄香炉の煙を浴びて体と心を清めましょう。私が子供の頃、煙を浴びると体の悪いところが治ると言われました。私はよく頭に煙を当てられましたね。頭が良くなるようにっていうおまじないだったと思います。さあ、煙を浴びて体と心も清めたのでお参りをしましょう。賽銭箱にお賽銭を入れましょう。いくら入れますか？いいご縁がありますようにというご縁にしましょうか。賽銭箱にお賽銭を入れて手を合わせて礼をします。最後にもう一度礼をします。神社じゃないので手をパンパン打つ柏ではしませんよ。おみくじを引きますか？私は前に来た時は一番良くない今日が出ました。今日は大吉だといいなぁ。お参りもできたし、お腹が空いたのでランチに行きましょう。今日のランチは天丼です。醤油ベースの甘辛いタレが天ぷらにしっかり染み込んでいて、もっちりした天ぷら生地とご飯の相性が抜群です。お腹がいっぱいになったら、お散歩がてら午後はかっぱ橋まで歩きましょう。浅草寺から15分くらいなので、歩いて向かいましょう。かっぱ橋は食器や調理道具のお店がたくさん並んでいるお道具街です。前に買った魚の鱗取りと骨抜きがすっごく使いやすかったんですよ。プロが使う道具がたくさん売っているから、見て回るだけでも楽しいです。珍しいものがたくさん見られると思いますよ。夕方からは前もって予約していた浅草の和風ダンスショーを見ましょう。
思っていたよりダンサーとの距離が近くて、すごい迫力でしたね。音楽もダンスも最高でした。夕飯は、もんじゃ焼きはどうですか？もんじゃ焼きは、お好み焼きのトロトロした感じです。だしとソースの味で食べます。鉄板の上から直接作って熱々で食べるのが美味しいです。見た目が苦手な人もいるけど、大丈夫ですか？食べられますか？一口食べてみると、美味しくて見た目は気にならなくなるかもしれないですよ。一日しっかり遊びましたね。今日泊まる宿に向かいましょう。今日泊まるところは浅草にちなんで和風な宿にしました。ウェルカムドリンクがあるみたいです。一杯もらってお部屋で休憩したらお風呂に行きましょう。お風呂入ってさっぱりしましたね。お風呂上がりにアイスのサービスがあるみたいです。一本もらって食べましょう。疲れた体に最高です。夜寝る前に小腹が空いたら、ラーメンのサービスがあるみたいですよ。せっかくだから食べに行きましょう。朝食もつけると、いくら丼が食べられるみたい。楽しみですよね。明日は雷門の横で雷おこしを買って、あ、雷おこしはお米を蒸して乾燥させたパフに砂糖を絡めて固めたお菓子です。私は甘じょっぱい海苔味が好きです。ピーナッツも美味しいです。その雷おこしを買って人力車でスカイツリーに向かいましょう。今日は楽しかったですね。また明日もたくさん歩くので、ゆっくり眠りましょう。おやすみなさい。さて、今日の浅草旅行はここまでです。皆さん、浅草旅行はどうでしたか？行きたい場所はありましたか？浅草でおすすめの場所があったら教えてください。行ってみたい旅行先もコメント欄で教えてくださいね。それではまた次回、私と一緒に旅行しましょう。バイバーイ。